皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。ケース。はい、今回は ASUS さんからの案件で、BTF ケースを使って自殺パソコンをやっていこうと思います。BTF って何？ BTF ケースとは、バックトゥーザフューチャーの略です。バックトゥーザ。ってそれ色々と大丈夫？シュラミちゃんの言いたいこともわかるんですが、裏配線用のケースとなります。なるほど、裏配線用のケースなのね。ただ今回はこちらの裏配線用のケースを使って、普通の自作パソコンを作っていきます。なんで？今回は裏配線用のケースでも普通の自作パソコンができるよ。っていうコンセプトだからになります。なるほど。ということで早速本編行ってみましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではどうぞ。ではまず今回一番のメインとなる、タフゲーミング GT302 ホワイトエディションについて簡単にご紹介します。こちらは2024年4月に発売となった裏配線用のケースです。価格は動画編集時点で最安21,694円となっています。で、このケース裏配線という機能以外にも特徴がありまして、ASUS さんがケースに込めたこだわりとして、サーマルソリューション、高い交換性、ユーザーフレンドリー、この3点を重点にケースを作成したみたいです。エアフローを強化したデザインとなっていて、8mm×8mm スクエアカットのフロントパネルとなっていてフィルターを含めて 36.5 機効率となっているみたいです。冷却性能にも力を入れていて、フロントとリアにそれぞれ 140mm ファンを合計4機搭載しています。一般的に 120mm ファンが使われていることが多いのですが、120mm ファンよりもより高い静音性とエアフローとなります。トップパネルは取り外しも可能で、そこには 120mm ファンを3機搭載することも可能ですし、140mm ファンを3機搭載することも可能となっています。搭載できるラジエーターは、トップは120、140、240、280、360mm で、フロント部分でも 280mm サイズまで搭載可能です。裏配線パソコン用のケースということで現在この3種類のマザーボードが販売しているのですが、こちらのマザーボードを使用すると各種電源が裏側に来て見た目もスッキリします。以前、ASUS さんの発表会の時に実物を見せてもらったのですが、電源ケーブル関係が裏側に行くことで、かなり見た目がスッキリするなといった印象を受けました。確かに電源ケーブル系が少ないからスッキリするわね。ケースとマザーボードの他にグラフィックボードも BTF 仕様のものがあり、これら3種類のパーツ類を全て使うことで、見た目が簡易水冷のホースだけのパソコンが作れるということです。なるほど、だからケーブルがさらに少なく感じたのね。です。ただこの BTF シリーズなんですが1個注意点がありまして、まず BTF ケースなのですが、こちらは BTF マザーボードでも通常のマザーボードでも使用することが可能となっています。続いて BTF マザーボード。こちらは BTF ケースで使用はできますが、普通のパソコンケースには使用することができません。使えない理由としては、裏配線用に電源コネクタがマザーボードの後ろに生えているので、通常のケースでは入らないということですね。ただし、この BTF マザーボードに普通のグラフィックボードを挿しても使用可能です。そして最後に BTF グラフィックボード。こちらも BTF マザーボードには使用できるんですが、通常のマザーボードには使用できません。こちらも裏配線用というか、マザーボードから直接電源を供給される仕組みとなっているので、このグラフィックボードを使う場合は、BTF マザーボードを使用しないといけません。まとめると、BTF グラフィックボードを使いたい場合は BTF マザーボードを使用すること。BTF マザーボードを使いたい場合は BTF ケースまた他のケースを使用すること。BTF ケースは何にでも使える。こんな感じですね。マザーボードやグラフィックボードはちょっと制限があるけどケースは何にでも使えるってことね。です。では今回使用するパーツ類を見ていきましょう。シュラララ。ではまずはケースから開けていきましょう。開けると付属品が入った箱が載っています。筐体は全面真っ白で白いパソコンを作りたいって人にはいいですね。サイドパネルもワンタッチで開けることができるので、ネジを落としたりする心配もなくていいですね。裏面もワンタッチで開閉することができます。フロントパネルもそこまで力を入れず開けることができました。こちらもプッシュピンタイプで付いているみたいです。また天板もワンタッチで取り外すことができます。取り外すのが簡単なのはいいですね。最後は底面のダストフィルターですね。こちらはスライド式なのでホコリが溜まったら掃除しましょう。内部も全て白となっており、今流行りの白パソコンにはとても良さそうですね。中でも個人的にこだわっているなと感じたところが、こちらの PCIe 周りのところなんですが、ネジ類も全てシルバーで統一されていて、黒を入れる隙を与えていないところがいいですね。
同様に裏面のケーブル類も全て白で統一されています。確かに全部白なのね。最近他メーカーで白いケースを触ったことがありますが、ここまで白に統一しているのは本当にすごいなと感じました。ということで今回使うケース、ASUS TUF Gaming GT302ARGB です。そういえば今回はどんなパソコンを作るの？そういえば言っていなかったですね。今回作るパソコンは、NVIDIA 社が開発した深層学習 AI を活用した超改造技術、DLSS3.5 が使えるパソコン、だけでなく、AMD が作った最先端のフレーム生成技術、AMD フルイドモーションフレームス、通称 AFMF をも使えるパソコン、2つの超解像度技術が使えるパソコンを作っていきたいと思います。そんなことできるの？果たして性能は、相乗効果があるのか、使用する残りのパーツも見ていきましょう。まずは CPU、AMD Ryzen 7 8700G を使用します。あれ、これって確か内蔵グラフィックがある CPU じゃなかったっけ？そうなんです。今回、DLSS と AFMF を同時に使用するのに、AMD の内蔵 GPU 付き CPU と NVIDIA の GPU の2つが必要だったので、今回はこちらの AMD Ryzen 7 8700G を使用します。噂によると NVIDIA の GPU と Radeon のダブル GPU でもできるみたいですが、アーキテクチャは全4、8コア16スレッド。ベースクロックは 4.2GHz で最大ブーストクロックは 5.1GHz。L2 キャッシュは 8MB、L3 キャッシュは 16MB、デフォルト TDP は 65W の CPU になります。参考価格ですが、動画編集時点で最安52,450円でした。続いてはマザーボード、ASUS ROG Strix B650A ゲーミング Wi-Fi になります。こちらは2022年11月に発売となったものなのですが、AMD B650 チップセット搭載、12たす2パワーステージ定格 60A の電源回路や合金チョークと高耐久性コンデンサーを使っており、DDR5 6400プラス OC まで対応、PCIe 4.0 スロットと PCIe 5.0M.2 スロットを装備しており、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ポートと Wi-Fi 6E たすインテル 2.5GB RAM を搭載しています。ヒートシンクもかなり大きめのものを搭載しており、塗装もシルバーなので白いパソコンにはとても合うかなと思います。参考価格ですが、動画編集時点で 29,980 円です。で、意外と便利だなと思った部分が、こちらのボタンになります。何このボタン？こちらは GPU の取り外しができるボタンとなっています。実際にグラボを取り付けた状態で、こちらのボタンを押すと、こんな感じでグラボを取り外せることができるんですよね。これは確かに便利そうね。ではグラボが出てきたのでグラボの紹介をしていきましょう。使用するグラボは ASUS TUF RTX4070Ti-S516G ホワイトゲーミングです。名称はすごい長いのですが、TUF の RTX4070Ti スーパーになります。ホワイトカラーモデルでエアフローと低ノイズ動作のアキエルテックファンを3機搭載。デュアルボールファンベアリング採用しており、105度で2万時間の耐久性。クロックは OC モードで 2670MHz、デフォルトモードで 2640MHz。CUDA コアは8448、メモリータイプは 16GB GDDR6X、メモリースピードは 21Gbps。スロット幅は 3.25 スロットで大きさは 305×138×65mm となっています。発売は2024年1月に発売されたばかりの新しい商品で、参考価格ですが、動画編集時点で17万7900円です。こちらのグラボのメインターゲット層は WQHD みたいですが、ゲームによっては 4K にも対応しているグラボみたいです。映像出力は HDMI 2.1A×2、DP1.4A×3 と5出力に対応しています。シュラララ。続いてはメモリになります。今回使用するメモリは V カラーマンタ DDR5 6848GB×2 枚になります。こちらはメモリ1枚が 48GB で2枚合計で 96GB となるメモリです。64GB では Adobe ソフトや動画編集などに足りない。って人にはいいかなという商品です。参考価格ですが、動画編集時点で6万9300円です。色も今回メインパソコンに合わせて白にしたので、どんな感じに光るのか後ほど見ていきましょう。続いては簡易水冷、ASUS ROG UO3360ARGB ホワイトエディション。こちらは2023年2月に発売された商品で、アセテック第8世代ポンプ採用しており、静圧と風量、静音性のバランスに優れた ROG AF12SARGB ファンを搭載。ヘッド部分に、システム情報や ROG 専用アニメーション、自分で作成したドット絵を表示できるディスプレイアニメマトリックス LED 搭載。インテル LGA1700-1200H15 シリーズ及び AMD AM5AM4 対応。6年保証がついている真っ白な簡易水冷となります。参考価格ですが、動画編集時点で最安3万4452円です。そして最後は電源。ASUS プライム AP850W を使用します。こちらはプライムシリーズの80プラスゴールド認証を取得した 850W 電源ユニットで、ATX3.0 にも対応したフルモジュラー式の電源になります。
耐久性の高いデュアルボールベアリング採用の 135mm ファンを使っており、PCIe Gen 5 16ピンケーブルも同梱してます。本体サイズは 150×150×86mm で8年保証となっています。参考価格ですが、動画編集時点で最安2182円です。ではこれらを使用してパソコンを作っていきましょう。シュラララ。完成となりました。白ベースで結構かっこいいわね。裏配線用のケースでしたが、普通のケースと比べて特に遜色もなく、裏面の配線スペースもしっかりと確保されていたので作りやすかったですね。ではこのまま性能の方も見ていきましょう。シネベンチ R23。まずは CPU 性能を測るシネベンチ R23 からやっていきます。結果はこちら。マルチが16732と17003ポイント、シングルが1766ポイント。最高温度は 83.3 度と 81.9 度、アイドル時は 35.3 度と冷却もしっかりされてて問題ないですね。スコア的にも申し分ない結果だと思います。では次。サイバーパンク2077。ということで今回の目玉検証のサイバーパンクになります。目玉検証。ほら、今回は、NVIDIA と AMD のそれぞれのアップスケーリング技術が一緒に動かせるかってことですよ。ああ、そういえばそんな話もしてたわね。ということでまずこちらは解像度 4K のレイトレーシングウルトラ設定での映像です。DLSS や AFMF はなしの状態ですね。結果はこちら。平均 FPS は 42.20、最低 FPS は 21.25 という結果になりました。やはりサイバーパンクかなり重いのですが、RTX 4070Ti スーパーの性能もかなり高いですね。続いては DLSS のみ設定した状態での結果です。平均 FPS は 95.83、最低 FPS は 49.03 と先ほどのアップスケーリングなしと比べると一目瞭然ですね。確かに DLSS で平均 FPS も最低 FPS もかなり効果が出てるのがわかるわね。ですね。で、この DLSS と AFMF をどうやって組み合わせるの？それなんですが、現在、映像出力をするのに HDMI をグラフィックボードのところに挿しております。まあそれが普通だからね。で、この HDMI を、外して、マザーボードの映像出力部分に挿します。なんで？こうすることで、ラデオンソフトウェアに AFMF の項目が出てくるんですよね。あ、本当だ。ではこの状態でサイバーパンクを回してみましょう。AFMF はラデオンソフトウェアの FPS 表示にしか影響が出ないので左上の数字をご覧ください。で、結果としてはどうなの？ですね。だいたい FPS が70から80台ぐらいは出てるんじゃないかなと思うのですが、先ほどの DLSS のみが平均 95fps 出ていたので、多分これ、一緒には動いてくれないみたいですね。まあそんな気もしていたけど。サイバーパンクだけだと信憑性が欠けるのでマイクロソフトフライトシミュレーターでもやってみたんですが、こちらでも DLSS の状態が一番 FPS が出ていましたね。つまり、DLSS 最強、以上です。ということで今回は、バックトゥーザフューチャーこと DTF ケース、
タフゲーミング GT302ARGB を使って自作パソコンをやってみました。あんた的にはどうだった？そうですね、裏配線用のケースとは言っても基本的に普通のパーツ類で、問題なく組めちゃったので白いパソコンを作りたいって人にもいいかなと思います。また内装やネジ類まで徹底して白または銀に合わせているのも良かったです。確かに全部白かったもんね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またねー。